11月11日が、はい、辛抱の日ということで、今日は三ヶ島の岩本さんにお話をお伺いしようと思ってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに、その辛抱の日を選定したなんか動機とか理由とかがお伺いできれば、実際ブルーラグ社内もなかなかあれなので、ちょっとこの日に失礼かなと思いつつもお伺いしとこうかなと。そうですね。一応言い出しっぺが自分なんですけれども、去年から一応始めた取り組みで。もともとブルーラグさんが三ヶ島、もともと日東の日ですよね。2月10日を日東の日って定めて、それから1年か2年後ぐらいに三ヶ島の日ということでやってくれて、3月4日ですね。で、なんかやっぱそれに合わせてインスタグラムでマイニットとかマイ MKS とか一応そういう取り組みやっていただいて、結構僕自身もなんですけど、従業員もやっぱ見てるんですよね。そのシャープマイ MKS とかで、結構やっぱりそのね、皆さんがこうやって投稿してくれて、それを見てっていうのが社員的にも結構楽しくて、嬉しい。で、なんかこうやって取り組みすることで、なんかやっぱ人が注目してくれるんだなっていうのを結構感じてて、で、なんかうちでもなんかそういうのを自分たちでやれないかなっていうところがあって、ただなかなかあんまりいいアイディアなくて、例えば父の日とかになんかお父さんにこう送るとか、なんかそういうこととかもなんかイメージしたりはしたんですけど、ちょうどだから11月ぐらいになった時にそのポッキーの日っていうのがあって、すごいビッグネーム使ってますね。で、そっか、確かにポッキーってね、1が4つ並んでポッキーだなっていうところがあって、で、うちもやっぱりこういう僕らはそうですね、僕らはもう辛抱って呼んでますけれども、そうやって棒が並ぶと、11月11日になるなということで、そうで、一応調べてみたりすると、結構やっぱりみんなその11月11日に何かしらこう記念日設定してて、そうなんかもやしの日とか、もやしの日、そうチンアナゴの日とかやってて、で、結構そうやっていっぱいみんな参加してるんで、やっぱ全体としてなんか盛り上がってんだろうなとは思ってて、11月11日だから、せっかくだからちょっとポッキーさんにあやかってじゃないですけれども、そこに入っていきたいなっていうことで、あとは結構その部品としてはあんまりペダルとして外観に映らない部分ではあるんですけれども、内臓の部分にあたる。そうですね。ただやっぱ皆さんが思ってる以上に結構いろんな加工のプロセスがあるんで、一旦そこにちょっと焦点を当てて、やっぱり見てもらうっていうことで、なんか啓蒙的な活動になればなっていうところでですね、やってます。これ僕とかは辛抱っていうより、なんかそのシャフトっていう風な認識なんですけど、これは同意というか同じあれで大丈夫ですか？シャフトイコール辛抱。大丈夫です。もう読み方何でも別に通用するんですけれども、シャフト、軸、スピンドル、辛抱か、いろいろありますけど、一応社内でよく使ってるのが辛抱だったんで、そうなんだ。なんで辛抱の日っていうことで、じゃあ僕も今日からじゃあ辛抱って言います。そうですね。確かに外人さんにもね、ザテイオブ辛抱ですね。今日はこだわって主にここをメインとした工場見学をさせてもらうってことで、引き続きよろしくお願いします。お忙しいありがとうございます。お願いします。すげえ。工場見学だ。まずはそう、一応工場はこっちの建屋とあと道路挟んで向こう側にもあるんですけれども、うち自動車の部品なんかもですねこう作ってたりするんで、向こう側の建屋は全部自動車関連の建物になります。で、あとはこっちの方でペダルの関係もやってますんで、で今日は一応辛抱の日っていうことで、主にそのペダルの製造一家の組成加工っていうのはその金属をこう圧力をかけて加工してあげるような加工のことなんですけれども、軸ですね、ペダルの軸の部品の加工なんかをちょっとじゃあ見ていきましょうか。よろしくお願いします。
今ちょうど、ペダルのシンボルですねを作ってるところなんで、ちょっとそれを見ていきましょう。はい、はい、今ここでちょっと今動いてる、これが、材料です。はい、これが材料。あれが信号になる。そうですね。もう本当に丸いんで、ちょっとあんまりイメージ湧かないかもしれないですけども、こうやって送り装置がついてて、追っ手にちょっと見えるんですけれども、まっすぐ引き伸ばしてるような感じ。引き伸ばして。材料自体はこれも埼玉の飯能市の方にですね、二次加工メーカーがあって、でそこで 13.3 パイの直径までこう伸ばしてますと、引き伸ばして、作ったコイル材を、まあ球状化消毒とかボンデ処理とかをして、成形をしやすくした状態で、そういう加工をまあそうやって埼玉の飯能の方でやってもらって、でうちに入ってくる。でもペダルがありものじゃなくて、ペダルの信号のために加工してもらってる。そうですね。そう、鉄は鉄でもやっぱり前のその材料の状態で結構いろんな加工のプロセスがあります。そうなのか。素材から製品が出てきてるところから。すげえ。うわー、すごい。熱いのかな。熱いですね。熱いです。熱い。すげえ。一応肝臓が熱間肝臓と冷間肝臓っていうのが2種類あって、で、まあ、割と寸法程度がいいのが冷間肝臓なんですけれども、冷間とは言ってもやっぱりこの機械の中で、金型が、強くぶつかり合って成形してるんで、その魔法で熱が発生して、やっぱり製品が触ると熱いですね。すごい。触っちゃダメです。触っちゃダメです。大体こうやって1秒間に1個とかそのぐらいの1秒間に1個、もうちょっと早いぐらいですかね。出てきて、すげえな。すげえ。触ってもいいんですか？大丈夫です。ちょっと熱いです。熱い。運転してるから大丈夫ですけど。熱いわ。湯気が出てます。そうですね。あったかいだから。よろしくお願いします。一応このバーストフォーマーを動かしている足立さんです。どういうふうにその機械の中身がなっているのかっていうのをちょっと説明してもらおうかなと思います。うわ、すごい。めっちゃあります。怖い。中どうなってるかっていうと、開けますね。うわー、スチームボーイ。スチームボーイだ。さっきのコイルがまっすぐになって、ここからコイルが丸まってるんで、それをこの向こうで調整してあげて、まっすぐにして、そうですね。で、まっすぐになったものが、一番奥なんですけども、奥で、見てもらうと、ちょっと見えないかな。ちょっと動かします。あれ気をつけ。一番奥に切断する機構がありまして、そこで材料を適当な長さにカットします。で、カットしたものを、チャックというものがこちらにあるんですけども、これ下物をつかみます。カットしたものをつかむ。で、掴んだものを、こちらの、ピンがあるんですけども、それで押し込んであげて、でこちら側にダイスというものが、今見えないんですけども、これがついてまして、その中で形を作ってあげる。で、加工されたものを後ろの機構で押し出してあげて、また隣のこのチャックで掴んであげて、隣のところに入れる。なるほど。そういった機構になってます。それが今、この
の装置ですと1、2、3、4、5段5台。 5段あるんで、まっすぐな棒状のものから5段使って下にあったようなしたものに形を変化させていく。もう最初はただのもう本当に丸のあれ通りですよね。はい。すげえな、それがマジで想像つかんの。ね。でちょっと後ろに立ってもらって、はい。危険なので一回動かしてください。はい。この腹打ちですからこの状態で動かしてください。あ、すげえ。そんなの。うわこういった形でー。うわー、すげえ。うわー、すげえ。すげえ。作った軸のまた細かい後加工とかがありますので、それの説明を、星野の方から、はい、星野さん、お願いします。はい、よろしくお願いします。今こちらで誕生日で打ったものの、今度切削になります。これがここのところに、16分の9のネジを入れているので、ネジのための突っ切り加工をここで今やってます。で、こちらの機械でやってるんですけど、ほら、もうここに足を止めて気をつけてください。うわー、すげえ。を入れとければ、すごい。長いてきて、ここのバッティングセンターで、切削入れて、配布されると。ピッチングマシンみたいな。うわー、4秒に1個ぐらい。4秒に1個。1個ぐらい切ってます。12ミリってなってるんですよ。はい。で、この剣具で、長さとサイズを気持ちよく。こちら側が浅くて、こちらが太くなってるんで、こっち側が突き出てる状態、こっち側が突き出てない状態、で、この寸法を管理して、剣具になります。ちょうどここで良ければ当たって突き出てるんで当たりますね。でこっち側は突き出てないので当たらない。そうするとここの高さが次までのこの高さが保証されるという剣具です。そうなんでここの先ほど言ったバイトの管理っていって、バイトの深さがちゃんとできてるかなっていうんで、これがここまで入ると OK で、ここで止まれば大丈夫。そうすると寸法の細い太いっていうのがちょうどこの真ん中で止まれば大丈夫。これが奥まで行ってしまうと細すぎて、最初から入らないと太すぎると。なるほど。途中で止まるのが OK です。っていうんで、ここからここの距離とこの溝の太さを管理するっていう工程です。全部当てるんですか？いや、塗ってるソース、結局バイトが減ってきたりするかどうかっていうことなんで、基本的にはそうですね、今一つのバイトで800本ぐらいは1回取ると大体できるんで、大体800ぐらいで取り直すって感じでやってます。これでここの突っ切りが終わったんで、このネジなんですけど、バッチリで今やってるんですけど、ちょっと商品が違うんですけども、これうちの商品で、イージーって脱着できる。イージーの、部分で、このね、やっぱフランスにはめるこの16分の9のネジを、切る作業なんですけど、すごい。先ほどで言うと、ここのビール部分をあっちでやってたようなんですね。ここでやってて、ここの部分の今度ネジを立てる作業です。あれ、台水になってんの？あ、本当だ。これ丸天道具なんですけど、それで、すごい。てか、マジで手なんだ。手作業なんですね。そうなんです。通常ですと、ここに、うちの軸はこうなってるんでいいんですけど、
のネジからのが空間になってるので、空間だとこうネジをやった時にこうここに潰されちゃうんで、ここに中に芯金っていうものを入れて潰されないようにして、今ね今入れてらっしゃるそうみたいです。それがこの穴をこう中をこうカバーするというか、そのために芯金を入れてから、これはすごいな。マジで手で。ここに中にこう芯金入れて、で今何もないですよね。そう空間になってるんで、でこれをネジ切るんですけど、ここのネジの深さを今度保証しなくちゃいけないんです。そうですよね。でネジの深さをここの突き当てにあるんだ。当てて、でここで突き当てることによって、このネジの深さ、これが台数になるんです。台数という刃物なので、ここの送り量をここで埋めて、このストッパーに入れて、であとはローリングさせてネジを切ると。そうすることによって、ここのネジ、要はネジが浅いネジができてしまうと、クランクがこのつばまでいかなかったり、逆にネジ切りすぎてしまうと、ここにネジ切ってしまって、針が立ってしまうので、このネジのネジ帳っていうんですけど、ネジ帳をここで補正します。すげえ。ハイテクだよね。めちゃくちゃアナログだよ。そうですね。すごい。こんな綺麗に作る。ね、すごいよね。これは大豆のマグロードで抜き取りでチェックする。そうですね。結局この大豆はそう簡単には減らないんですけども、これでそうですね、大豆が減りとか、そもそもセッティングの問題、先ほどこれの突き当ての位置が悪かったりするとあるんで、そういうあとこの大豆のこれだけあと今度はこのネジってこう山になってます。このネジが立てすぎちゃうと細くなっていってしまう。細くなってしまうと細いネジって折れやすいんですよ。そうなんです。そう。だからネジは細ければ細いほど通りやすいんですけど、クランクに入りやすいんですけど、折れやすいネジになってしまう。その折れやすくしないために逆に今度は止まりゲージ。止まりゲージ。はい。止まりゲージっていうのは要はネジが細すぎたらダメっていう。はい。今度は逆に止まるんです。止まりゲージなんです。さっきは通り、今度は止まり。止まりが止まるってことは、ここのネジが細くないと。細すぎないってことなんですね。これで通りが通って止まりが止まる。これで一応 OK っていうふうにここではサインします。いやー、すごい綺麗。触ってもいいですか？はい。宝石みたい。これが出来上がり。すごい。で、先ほど言った台数なんですけども、こうやって回転しまして、で、こっちが固定されてる台数で、こっちが稼働する台数なんですね。ちょっと今一回。あ、そうなんだ。これでやるんで、ここの送り量で先ほど言ったネジがこう来て止まるっていうネジの送り量を決めます。あ、そうなんです。ここでちょっと調整するんですけど、調整が必要なんです。そうです。要は難しいね。最初の時点ではネジが全く立ってないんで、通りが通んないようなネジだんだんそれを細くしていって、ずっとこの送り量をどんどん縮めていって、いいとこで止めて、この通りと止まりが保証されるような販売で止めて、この機械に出てくる。なんかちょっとおかしいなって思ったら、ここの担当の方がここの調整いじる。そうですね。商品が変わるごとに、その位置変わるっていう変わるんで、今たまたまこの先ほどうちに言った商品のネジカラーっていうのがあるんですけど、これが他の軸だったりすると、また調整しなくちゃいけないので、周りの軸も交換すると。これ1台ですか、ネジ。もう1台、あちらに。今こっちはそうですよね、それは。右作業と右作業やってる。こっちが右ネジ、左ネジ。あ、そうそう。いやー、そうそう。すごいね。思ったより時間かかるので。これからやるのが、
この軸のまたちょっと商品変わります。うちの商品の 90B っていう軸なんですけども、ここの看板のコーンの玉押しのところ、玉押しナットのこのネジを切る機械です。ああ、なるほど。うわ、いっぱいある。ここにまだネジ切られてないやつ。で、これはここに商品入れるって、このラインで流れてきたら、ここに、ちょっと見えない。ちょっと見えないかも。ここにネジがあるんです、ね。ここに、さっき丸い台があると、今度はまっすぐな台が、今度はこういう感じで切っていくんですけど、これが板天井、あっち側が丸天井、こっちは板天井。今度はこういうふうに切るんで、フォークカッターとかつけるね。おお、早っ。そうすると。早っ。ここに。わあ、すごい。じゃあスペースは全然こっちの方が早いですね。ここにちょうど先ほど言ったまっすぐな台子がちょうど通ってて、ここにネジがすげえな、すげえな。位置がちょうど止まる。めっちゃ考えてある機械。そうですね。何やってる今？刻印でR とかですよね。でこれで、わあすごい。でうちの22年11月なんで、11月から。あ、そういう意味なんですねこれ。そうですね。2022年の10月。あ、すごい。はい。その J の。これ100年単位で落ちてるので。そうですね。っていうのが同時に。こっちに先ほど言った 22J っていうのが落ちて、こっちに R が。本当だ。はい。聞きたいんですけど、ここに R が。はい。でこの R っていうのは。ここのネジが先ほど見たが右ネジがあってっていうこともそうなんだ。するためにこれすらに機械があるなんて確かにすげえな。だし手なんですね、一回一回ねえ。何回やんのよ。ここですごいすごい。これで大体作業はい。すげえな。なるほど。代表的なその鍛造品の、各工程とあと完成品か、をちょっと用意してみました。これがこうなるんだ。そうですね。はい。すごい。あ、そういうことか。そういうことよ。順番スタートでこういう工程で出てくってことだね。だってもうダメだな。元のスタートは輪っかになってるあれからあれを切断してハンコだよ。で切断するときに最終的にすごい。この完成品こっちの完成品に必要なボリュームって言ってるんですけど、ボリュームが決まるのがここの時にまず肉量っていうんですかね。何種類か新聞あるんですけど、もともとは全部そうです。あれです。あれ全部一緒です。はい。あ、そうなんだ。寸法は径がちょっと違うんですけども、心棒だから軸はもう2種類だけです。でまずこのボリュームをしっかり決めると、このボリュームは決めないと実際出来上がった時に短いものが出来上がったりこの径が細くなってしまったりするのでしっかりまずボリュームを決めると。で決めた後にここからはちょっと難しくなってくるんですけども、例えばここのこの膨らみが必要なためにはこの前工程のこのだけの肉が必要、この肉が必要なためにはこの時点でこんだけ打ち切る。なるほど。要はこの先ほど説明あったかもしれないですけど、ダイスとパンチっていうものがあって、そのパンチでグンって押すんですよ。押す量で
ここの最初に決めます。で今度押す量によってこことここの肉の量が決まってます。ああ、なるほど。でこの押し側前と例えばこっちがこんだけの肉でこっちがこんだけになってしまうと次の工程でこっちの肉が足りなくなっちゃう。足りなくなってしまうのがあるので、出来上がりの時にこれを目指すためには毎工程から1個ずつしっかり押す量を決めていかないと。そうなんだ。だから多分これとこれの短さが違うってことですね。そうです。だから出来上がったものによってボリュームが違ってくるので、なるほど。そのボリュームででスクラム回数によってそう多分生地の長さが変わると。だから結構すごく難しいのが、必ずこの肉量を、考えながら打つ量、この一個一個この打つ力を変えられるんですよ。あ、そうなんだ。それをやってるのがあれ、さっき見せてもらった5個打ってる。すごいね、5なんだ。全然一段ごとにその押す量を調整していくんですけども、さっきのこの5回工程がってことですよね。そうです。すごいよ。で、きっとさっき見たかもしれないですけど、このまず切断でもしたものをすごい。あそこの機械の中に入ってるトランスファーっていう爪でこう送るんですね、こうやって、次のところに、こう送り込んで、そこにまたダイスとパンチっていうものがあるんで、送ったものをこう爪で加えててドンって押されて、また手出しをする。でまた出てきて、またこう押されて出てきたものを爪でカットして送るっていう繰り返しなんです。ここからここまで全然削ってない。そうだね、圧力でしかやってないもんね。確かにね、全部重さがね、同じ気がするんですよ。こうなってから初めて接続してたもんね。こことここでやっと重さが変わるから。そうだね。ここはそう削り込む。そうだね。こことここがね、一緒ですね。本当？はい、一緒です。本当だ。で軸はそういうのないんですけど、玉押しなんかはここに穴が開くんですね。穴が開くんで、ここまで打ったものをこれをズボンって抜くんですよ。これ抜きカスが出るんですよ。これはもう重量ここで軽くなっちゃうんですね。なるほど。この玉押しすらも作ってる。俺も今思った。そうです。やば。これだったんですね。ってことは、もともとはこれだ。こいつだ。本当？すごいな。で、さっきやられてたのはイージーの軸ってことですね。あ、違うか。イージーのキャップの部分をやってたってことですか。さっきですか。そうね、こっちか。これです。これのこのネジ切りですね。で、このパーツウォーマーでやってるのはここまでで、これを車内のCNC 旋盤で形を作って、マジか。ここからここさっきこのネジがない状態までは加工するんですよ。ここが加工なんです。それは向こうの機械があるんです。そうなんだ。19年オーガスト。19年。違う、あれです。1月っすよね。A はね。A は1月。ほら。A、B、C、D だ。間違えちゃったぜ。そうか。A、B、C、D。そう。いや、すっごいな、やっぱりこれ、前回行ったメンバーから聞いてはいたんですけど、やっぱちょっとどっかで信じてなかったんですよね。これがこれになるわけないじゃんと思って、こうやって見ると、ね、ちゃんとやってる。ちゃんとできたんだね、これね。すごいよ。先ほど言ったそのパンチの押し具合をしっかり決めてあげないと、最終的なこの寸法が出せないので、どんどん前工程を見直してやっとこの形が出るっていう。すごいよこれ。なんか異常がある場合はその都度チェックするんですか。それともなんか年に数回1回ちょっとちゃんとやってるか見ようぜみたいになるんですか。いやもうその今彼も作業しながら寸法当たってて、問題ないかっていうのを見てて、で問題出た時点で機械を止めてまた調整して出来上がったの見てもうなんかちょっとやばそうだなってのが分かる。すごい。目視でね。うわ、それすごいな。どの部分の金型が割れてるかっていうのがここで分かるんじゃなくて、もうじゃあ極端な話、こことここでもう分かります。この金型が割れてるから、この後に出るのが分かる。そうか。いや、それ
それはちょっとでもちょっと信じられないよそっか、そうそうね、けどここでやっと気づいちゃ遅いっすもんね。そうだよね。もうほぼ無駄になるってことだ。冷やせ止まんない。うわ、いやこれはマジですごいね、確かに。一回形して失敗しちゃったらもうそれは使えないものになっちゃう。まあそうですね。そうなんだ。ダメなものは。じゃあもだから経験がものを言うね寸法的に OK 出るまでやっぱ時間かかりますし、何回もその寸法を見直して少し打っては寸法を見直して少し打っては寸法を見直してで大丈夫かなっていう時にやっと連続入れられるので、結構怪しいなと思ってやり直せばその日のうちに終わっちゃうものなんですか、メンテナンス的な。あ、そうなんですか。で、今日あそこのホバー止まったらしいぜみたいになるんですから全然動いてないなっていうのは。ああ、そう。結構この寸法出しも難しいんですけど、この機械はその先ほど言ったこのトランスファーっていうのをこう送り込むんですけども、こうがあるかこれでこうダイスの中に打ち込みました、でこれでまたこうダイスの中から出てきたものをこう掴むんですね、掴んでまた送り込むんです、で送り込んできたものをまたこう押した瞬間にこう離すっていうんですけど、まずこの出てきたものをこう掴むんですけど、このタイミングがあるんですね、タイミングがこの長さが変わってくるとみんなバラバラなんで、そのタイミングを合わせなくていけない。それも全部それも合わせなきゃいけないですか。で DJ だね。これで送り込んで、今度もこれもこのダイスの中に入るまでは離しちゃいけない。入り込んでから離さなきゃいけないっていうんで、そのタイミングとかがすごく難しくて。そうなんです。それもだ。そういうのもあるんです。うわー、これだからこの商品の寸法もそうですけど、機械のその動きをコントロールしなきゃいけないので、そういう難しさもあって、いやこれはこの軸が結構大変ですね。すごい。こう勝手な想像で俺これ NGS とかだから調整を追い込んだりしてるのかなと思ったけど、全部同じ工程を経てるんですね。こういうもう共通して精度を保ってるんですね。すげえ。確かに。いやすごい。すごいよ。ありがとうございます。とても貴重でした。あとはもう軸はこの長物ってなんですけど、先ほど言ったそのダイスとパンチっていうのがあって、この、これだとここがダイス側で作ってここがパンチ側で作るんですよね。だからこっち側がダイス側でこっち側がパンチ側になるんで、この芯を合わせなきゃいけないんですよ。機械的に。だからその芯出しっていうのがまた大変で、それを見る測定器があるんですけど、その測定器で毎回芯を見ながら微調整して、こことこっちが芯がぶれてないかっていうのも見ながらセンター出しをしてきてですね。ここもねえな。にわかに信じがたい。本当にすごいよ。前回のうちら周品って言ってるんですけど、終わりにしなとか言って、周品を取っといて、で次回例えばこのシグマの軸をまだ打つときにまずボリュームを前回これぐらいだったなって下がってで1番の押し具合はこれぐらいだな2番の押し具合はこれだなっていうもう見本になるんですよこれが。でこれを前回の周品を目指して今回の作るっていう感じで必ず周品をこうやって取っといてセットでこれを目安にして次回という流れなんです。一応工程図っていう図面があるんですけども、図面よりも実際どっちかというとこちらの周品を実際の仕上がりを、なるほど。その材料によっても変わってきたりするので、確かに、全く同じものが来るわけじゃないですよね、素材も。そうか。すごいな。いやこれ見れてよかったね。そうだってそう。はい。
うお